高島ファルコンズの千秋です。安藤です。今日は30代前半で若く見られる男性はデメリットの方が多いっていう話をしていきたいんやけど、実際ある調査によると実年齢よりも若く見られたいっていう回答した男性が55.4% で、女性が 77.3% で、これのうち女性の50代以上で 80% が若く見られたいって答えとんのね。で、これ女性だけじゃなくて男性も約半数以上が実年齢って若く見られたいって思っとるんよ。ただ30代前半、特に我々もそうやと思うんやけど、実際に今31ですって言ったら、例えば20代からすれば絶妙な距離感っていう感じで、若いって言われるよりもって言われる方が多い気がするのね。意外に年取っとるんやなっていう反応があるんよね。一般論で言えばさ、若く見られるに越したことはないやん。そうやな。ただこの30代前半っていうのが結構絶妙な時期で、千秋さんもどっちかっていうと若く見られる方やんか。あんまり上に見られることはないな。それがただ単にその顔が童顔っていうのもあるかもしれんけど、いろいろ言動とかさ、服装とかでも俺は結構年齢より下に見られるっていうことがあって、女性に関しては若く見られることはメリットしかないと思うんやけど、男性に関しては冒頭の通りなんやけどデメリットが多いような気がしとって、よくあるシチュエーションやと、同性相手の時やな、特に気まずいなと思うのは、社会人のさ、そのスポーツのイベント、スポーツサークルとかに参加するとさ、初めて会う人らとよく話すんやけど、相手が同い年ぐらいかなと思って話しかけてくれるんやけど、で、いろいろ話をした後に、世間話をした後に、年齢いくつなんですかって話になって、実年齢を言うと、結構相手が20代前半とかっていうパターンが多くて、実年齢を言った時に気まずい空気が流れるんよ。すいませんでしたって感じになるんよ。今までタメ語で話されとったのがいきなりよそしくなるみたいな。そうそう。距離感ができてしまうよね、そこで。そうやな。相手も自分と同じぐらいの年代やと思っとるなって思うから、接してくれとったのになって。そうそう。わかるわ、それは。実年齢を言うまでに、生まれとった親近感が一気に消し飛ぶんよな。確かに、俺も、例えば20代前半とか30代の人は年上って思ったもん、俺。結構大人なイメージってことやろ？自分が若い時に30とか35とかぐらいの人って結構年上の大人の男性っていうイメージやったな。だからそれだけに30歳、31歳の人に接し方っていうのが改めてちょっと身構えてしまうわ。そうやな。あんまり自分が23とか4とか5の時に31とか2の人には慣れ慣れしくいかん方がいいと思うよな。そうそう。自分が今そう思われとるってことやん。そうなんよね。だから結構さ、若い頃とかはさ、老け顔よりは童顔の方がマシやろっていう思いがあったけど、いざ自分がそういう年齢になったら、それもちょっと考えようやなって思うわ。そうそう。俺も若い時はその若く見られるに越したことはないと思っとったんやけど、それをデメリットが多いなって思ったきっかけがあって、昔道を歩いとった時に、居酒屋がその道沿いにあって、テラス席がある居酒屋やったんやけど、そこで飲んどった男3、女1ぐらいのグループに、いきなり絡まれて、俺は全然シラフで道歩いとっただけなんやけど、結構うざがらみっていうか、ちょっとお兄さん、この女性どうですかみたいな、その同じグループにおった女性に対して、この女性どうですかみたいな、可愛くないですかみたいな、なんかたまにあるやん、そういうノリ。よくあるノリやな。ある。大学生とかでもよくあるよ。で、絡まれて、で、その時、ちょうど人と待ち合わせしとって、時間があったから、軽く受け流しつつも乗ってあげとったんよ。はいはい。で、一通りその、ノリっていうか流れが終わった後に、自分そんなに多分年近くないと思うんで、みたいなこと言って、何歳ですかって聞かれた時に、その時30歳とかで、30歳ですって言ったら、すごい気まずい空気流れて、多分相手は25とか、それぐらいやったんよ。はい。もう大学生ぐらいに見られとって、その時、俺。確かにな。面食らうわな。それ以来、その実年齢を言ってそんな気まずいことになるんやったらって思って、明らかに自分が若く見られとる、舐められとるなと思ったらもう、3、4歳サバ読んで答えるようにしとんな。めんどくさいから。なるほどね。そういうこともあるんやけど、結局さ、顔が単純に童顔で若く見られとるんやったらそこまで悪いことでもないんかもしれんけど、それがさ、言動とかさ、立ち振る舞いとかさ、髪型とかさ、顔のパーツ以外の部分で、年相応の見た目ができてないんやとしたらさ、痛いやつやん。
それってどうなんやろなっていう。言動とか含めて幼く見られとってことだからな。なんかたまに街とかでさ、おるやん。髪型とか服装はさ、今風っていうか、ちょっとギャル男っぽい感じやのに顔だけやたら老けとんなみたいなおっさんがおったりするんやけど。おるおるおる。そうはなりたくないなと思っとったのに、なんか自分がそうなりつつあるんかなっていう、不安になるんよな。若く見られると。確かにな。わからんからな。自分の顔が本当に若いのかっていうのがな。ただ、俺らがこの話しとって、これ言うのも取り上げるのもなんないけど、過剰にさ、動画アピールするやつも、俺はキモいと思っとって。これはもう男女ともにな。自称童顔とかおるやん。それこそ40代が20歳大学生に見られるとか。ああ、そういうアピールをするってこと？そう。いや、嘘やろって思うようなことが世の中には結構おんのよね。婚活の話とかで聞いたことあるけどな。40代の女性が、はい。自己 PR みたいなんで、私は20代に見られることが多いですっていうことを書いて。で、実際会ってみたら普通に年相応、もしくはもうちょっと老けて見えるみたいなパターン。さすがにメイクしとるからあれやけど、年齢大体わかるけどな、女の人の。俺らが男やからかもしれんけど、女性の年齢は結構見た目でわかるよな。大きく外すことはないよな。あ、そう。さすがに30の女性を20代前半と間違ったりすることはないよな。ないと思うんやけどな。でもこれも逆で女の人からすれば、男の年齢もわかるっていうことなんじゃないかなってことは。じゃあ女性からは普通に年相応に見られとんのかね。いや、どうなんやろな。女性の方が見た目老けるのが早いんかもしれんなとは思うな。同年代見とったらそう思うよな。これ言っていいんかわからんけど。そういうことを言える立場にはないんやけど。もちろんな。失礼な話だけどな。一般的に、やっぱ、女性の方が老けるっていうか。老化が早いってことやんな。そういうもんやと思うけどな。気がするけどな。同級生の SNS とか見とると、めっちゃ失礼やけど、この人老けたなと思うことは多いよな。男より女の人を見る時の方が。男は良くも悪くもあんま変わらんからな。で、初めて会う人とかでも、他人でも、ちょっと年上かなと思った人が同い年やったっていうことが多いな。最近はもう。そもそも論にはなるんやけどさ、童顔の男ってモテるん？純粋な童顔はモテるんちゃう？ただ雰囲気で若い男はモテることに直結せんと思うな。ああ、なるほどね。あんまり。っていう面も含めてさ、男の童顔と女の童顔は違うよなっていう話もあって。あ、そうやな。女の童顔はさ、モテるやん。モテる、そうやな。だから女の人が、例えば俺らと同じぐらいの年齢で若いって言われて20代前半とか言われたら、それは普通に考えたら嬉しいことやん。っていうのが男と女でやっぱ変わってくるんじゃないかな。仮に30代、31歳、32歳で20代前半に見れる男ってさ、31歳で同世代の女性からは、なんか自分より若く見える男性って一緒に歩きたくないって思うじゃん。俺が女やったら思うわ。そうやんな。で、逆にその年下の女性からも、いくら若く見えるとはいえ、もう30のおっさんなわけやから、だったら同い年の方がいいってなるんじゃん。確かに。それはそう。だからどっちにもモテやんような気がするわ。今30代前半で見た目若いっていうのは。って考えると、年下で見られるのは、やっぱ不利ってことやん。そうやな。逆にだから若い女性からして、童顔とかじゃなくて、言動が幼い30代前半とか、服装とか身なりで若く見える男性っていうのはさ、幼く見えるんじゃない？だからちょっと痛いやつに見えたりして。マイナスの方が大きい気がする。こいつ、いい年して、こんな髪色明るくて、ピアスとかしとんのかよ、みたいなさ。仮にそういう男がおったとしたら。はい。みたいな感じで、ちょっと痛々しいやつに見られて、モテやんような気がするな。男性は、でも、テレビとかさ、そういうので見とっても思うけど、20代と30代前半ぐらいまではあんま見た目変わらんよな。でジャニーズとかでもさ、結構デビューするの30代とか多いやん。おる。意外と変わらんっちゃ変わらんのような見た目がそんなに。でも女性は結構変わるように見える。俺はな。20代で30代は変わるな。変わるよな。もう初めて会う女性とかやとさ、その人の年齢をさ、探るためにさ、髪の毛の根元に白髪がないかとかさ、目尻にシワがないかとかそういうとこ見てしまう。今ごまかしきれんところはあるからな。そう。で、多分結構年いっとんなと思ったら、同い年やったっていうパターンが多いな。それでも、同世代ぐらいかっつって。そう。年上かなって思うぐらいの人が、同い年やったっていう経験がすごい増えてきたの。失礼な話やな。ってことはやっぱり、体感女性の方が、年上に見えるって話やんな。そうやな。男の場合な、若く見られると仕事で舐められるとか、そういう
デメリットはな、よく聞くけどな。ビジネス面においても、プライベート面においても、男性で若く見られるのはあんまりメリットない。ビジネス面とかやったら、威厳とかな。逆に30歳だからもうちょっとなんかしてくれっていうのはあるかもしれんな。もっと知っとるやろみたいな。逆にな。もうちょっと年取ればな、若く見られて嬉しいってなるかもしれんけどな。もう40代とか50代になった時に30代とかに見られるような見た目やったらいいかもしれんな。もっと素直に喜べるかもしれんよな。ただ今俺らが直面しとる30代前半っていうのが多分まだ抗っとるっていうのもあるんじゃない？まだ自分は20後半くらいでいけるっていう。抗っとるっていうか、30代前半にして学生に見られたりとかさ、でも単純に幼く見えとるだけっていう。恥ずかしいぐらいやる。そう恥ずかしくなるよな。もう実年齢を言うのがもうそんな風に見られとったら。それはそう。顔とかの身体的な面と精神的なな、言動とかそういうところでどっちで若く見られとるかっていうのが大事やわ。確かにな。で、その立ち振る舞いとか言動で若いと思われとんやったらもう改善せんとさ、普通に痛いやつになるやん。それはそう。これを例に出していいかわからんけどさ、煉獄コロワキっておったやん。迷惑系な YouTuber と。あの人も40代とかなんやろ。そうなんや。結構言っとるなっていうのが。で、あれ、行動家ってそういう面ではなるな。まあ、それと一緒か。そう、被災地にコンドーム、じゃあオナホ送ったりしとったんか。っていうことがあるから、やっぱり年齢を若く見られるのは必ずしもなんかいいことばっかりではないっていうのはわかるな。特に30代はな。ただ、この年齢の男性はこうあるべきみたいな固定観念もあるやん。落ち着いた行動を取らなあかんみたいな。もう30代とかなったら、いつまでも遊び回っとったらあかんみたいな。まあ30が一種のターニングやと思うけどな。そういう固定観念で自分の行動を制限したりするのはちょっともったいないかなと思うけどな。30代になったのにいつまでも遊び回っとったらあかんみたいな風に自分で自分にな制限を課すのは良くないとはもったいないなとは思うけどな。はい。難しいところなんよ。なんか人にどう思われようが好きに生きた方がいいのかっていうのもあるしな。自分のしたいファッションをしたりさ。まあそれはそうやな。自分のしたい髪型にしたりとかな。何を言われようとも見られて恥ずかしいと思うような言動は、年相応と考えて、自重していかなあかんし、それは人それぞれ、回り回っても自分に返ってくるから、それは。こんな感じで、今日は30代前半で若く見られる男性はデメリットの方が多いという話をしてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。